フェニックスインターナショナルレースウェイでのダグ・ポーレン、パスカル・キコット、スコット・ラッセルのスーパードッグファイトでスタートをした AMA スーパーバイクシリーズ。Welcome to AMA スーパーバイクシリーズ Round8 ブレイナードインターナショナルレースウェイ。一体ダグ・ポーレンの快進撃を止めるのは誰？ノースアメリカで AMA チャンピオンシップラウンド8。さあこの見せ場がミネソタ州ノーザンブレイナード。ここはワールドスーパーバイクアメリカラウンドが行われたトラディショナルレース。さあ今回もラルフ・シャヒン、デビッド・サドースキー、僕ヘンリーが皆さんのお相手をする。嵐の前はいつも静かだ、そんな感じだね。 AMA ナショナルシリーズラウンド8、この週末一番最初にチェックアウトフラッグを受けるのは誰かな。グリーンフラッグが間もなく振られそうだ。その前に今日はピットの様子をちょっと見てみよう。93年 AMA スーパーバイクシリーズは今までポーレンに非常に有利なものだ。彼の今回のライバルはコモンウェルスチームバイクナンバー68、後ろにあるマイク・スミスのマシン。ロードアトランタではマイク・スミスはダグ・ポーレンとファイトしたが、今回ブレイナードでもやりそうだね。 AMA ナショナルタイトルのためにホームタウンに帰ってきたダグ・ポーレン。彼はすでにこの7戦中5戦に勝っている。ナショナルタイトルはもう時間の問題だね。さあマイク・スミスも今調子を上げているライダーだ。94年から新しいホンダに乗ることが決定している。シャーロットでは惜しかったけどね。土砂降りのニューハンプシャーではポーレンが7位、そして彼は力強いペースで2位だ。ロードアトランタで彼は最後にポーレンに抜かれるまでずっとレースをリードしている。さあそのスミスはその後世界で最も重要なレースと多くの人々に言われている日本の鈴鹿8体で3位と素晴らしい成績を収め、そしてこの今回のブレナードではフロントローにいるぜマイク・スミス。Pecan and past BRAINERD winner James timed him behind Smith, who says he wasn't intimidated by his recent Japanese experience. No, not really, because you can't understand what everybody's saying. So basically, you hear a bunch of hooting and hollering and don't know why. But yes, it's really neat. The spectators that come out there and support that race is unbelievable, and it's really neat. And I think that the racing here in the U.S. can eventually be up to that par. It's just it takes time to get people to notice it and get people interested in racing here in the States. But it was a blast. It was a lot of fun. キャメルコモンウェルスチームの彼のチームメイトトム・キップは負傷のために出場していないようだね。トミーの話はシャーロットでのビッグクラッシュで足を折った話から始まった。彼は来週のミッドオハイオでの復帰を予定していたが、先週ロードアトランタで何週か走ったようだね。もし彼がレースに出場できるとしたらどうだろう。一度聞いてみたいね。On the pole? Well, I'd say if we qualify in the pole, maybe we'll go ahead and give her a whirl. But really, I don't think I'm ready to be out there at this point. I haven't had really enough time on the bike. The leg is still fairly weak. My abs and my upper quads, they're pretty weak as well. And we're just trying to save up. It's kind of a race against time thing, but we're trying to save as much up as we can for Mid-Ohio.いい話だね。実際今回トムは6位になっているんでかなり期待できそうだ。彼がスミスと争ってクラッシュした時右足を4箇所骨折してミッドオハイオには完全に間に合わないと言われてたからね。さあダグ・ポーレンがスーパーバイクチャンピオンシップのタイトルに近づくにつれてここブレイナードで彼をブレーキするのは一体誰だ。AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to
see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. Welcome back to Brainerd, Minnesota. ブレイナードインターナショナルレースウェイ、本当に素晴らしい天気だね。ダグ・ポーレンが取ったポールポジションに贈られるファーストトラベル賞 US750 が贈られているよ。よく稼ぐよね。何これ？コーリン・エドワーズのワーキット。山のルーキーはダグ・ポーレンを任すためにありとあらゆるウェポンを持ってきているようだね。残念なことにあの箱の中に何が入っているのか内緒だぜ。さあそれじゃあグリッドを見てみようか。スターティンググリッドだ。ポールポジションはダグ・ポーレン、すごいね。平均 107.253 マイルだって。さらにその横にはマイク・スミス、フロントロー2番手からのスタートだね。彼の外側にはもう1台のドゥガッティ AMA スーパーバイクで優勝を狙うパスカル・ピコッティがいるよ。前回の AMA スーパーバイクナショナルチャンピオン、ヤマハで最も速い男は外側のファーストローにいるジェイミー・ジェームス。内側のセコンドローには川崎で最も速い男ミゲル・デュハン。そして次が6位のトム・キップだが、残念なことに彼はスタートしないんでその場所は空いているようだ。さあその列には鈴木最速の男、91年ナショナルチャンピオントーマス・スティーブンス、ハンサムだね。そしてバンス・アンダーハインズの若手ヤングライジングスターコーリン・エドワーズ、一丁いくかな。そしてプライベーターの一番速い走り屋デール・コータリはサードローの内側からスタートをする。彼はマジー・カワサキに乗っているがタイガー・ソーワも彼の真横にいるようだよ。そしてフォースローにはドッグ、つまりドクターデイビッド・キーファーがいるようだね。ドゥガッティだね。フィフスローに行ってみよう。バイクナンバー29、フロリダ州マイアミから来たパブロ・リールがいるね。現在ランキングでも10位のポジション、ドゥガッティ。そして6スロー。それじゃコースを見てみよう。ブレイナードインターナショナルレースウェイ1周 4.8 キロ、ドラッグストリップフロント、ストレートとミッドフィールドの2つに分かれている。ライダーたちは手前の直線を下ってターン1に入る。彼らが長年経験した中でも最も恐ろしいカーブの一つだ。ターン2も同様にすごいコーナー。ターン1からターン3までほぼ全開なワイルドなコース。さあグリーンフラッグが振られたようだ。いいスタートを切ったと。ジャンピングスタートを切ったのはバンス・アンダーハインズ、ヤマハ、ジェイミー・ジェームス、その横にはコーリン・エドワーズもいる。さあそのジェイミー・ジェームス、コーリン・エドワーズチームメイトだが、その横に割り込もうとしているのはパスカル・ピコッティ。まもなく1コーナーホールショットを取るのはこれはジェイミー・ジェームスのようだね。さあこのベテランのジェイミーがターン1を本当に油断せずにリードを広げようとしている。しかしちょっとチャンスがない。真後ろにはコーリン・エドワーズがパーッとこのジェームスをマークしているようだ。さあそしてターン2へ。コーリンはここで少しそのディスタンスを広げようとしているんだが、まもなくターン3から S に入るところ、このブレーキングは非常にきつそうだ。そしてオープニングラップ、バックセクションのカーブ、本当にトリッキーなカーブが続くね。さあバックセクションに入ってトップジェイミー・ジェームス、コーリン、そしてパスカル・ピコッティと続いていく。わお、これはどうした？エンジンがブレーキしたような煙が見えるぞ。これは走行しているうちにジェイミー・ジェームストップバイクナンバーにそのアドバンテージをゆっくりと広げながらまもなくオープニングラップを終えようとしている。それではもう一度クラッシングを見てみよう。これはドナルド・ジャックスのレアエンドホイールがロックアップしてエンジンブローをしたようだね。それに続いてジャック・グエネッティがスリップダウンしたというところかな。さあこの2人のライダーも幸運なことにそんなに怪我はしていないようだね。その後幸運にも立ち上がって歩いているようだ。しかしイエローフラッグが振られてレーストラック上に危険が知らされているようだね。ひょっとしてオイルが出ているのかも。And we see the corner worker waving the yellow flag. Waving yellow flags means that there is debris on the track. And if Jamie looks up far enough, he'll see that yellow flag, and that'll be his fair warning that there's something up ahead to avoid. James, Picard, Edwards, Poland, Duhamel, and
Stevens, your top 6 motorcycles as we complete lap 1, working lap number 2. Jamie really likes this Brainerd track. He's had a lot of great finishes here, and he really rides it hard. さあ、まもなくオープニングラップを終えようとするトップ6。ジェームス、ピコッティ、エドワーズ、ポーレン、そしてデュハメル、さらにその後ろにはスティーブンスと続く。Big mistake to make when riding on a motorcycle. Keep your head pointed forward. As we see Doug Poland keeping his head pointed forward, and he's running sort of like in the middle this time, not way back as we usually see him. おーっと、ダグ・ポーレンが何か足を出して、これはスリップダウンを防ぐためにその後方ではトム・スティーブンスとマイク・スミスがスリップダウンしたようだ。全車がスローダウンをし始めている。さらにジャック・クレッティがアンビランスフラッグを振るために飛び出してきたようだね。これは第6コーナー、先ほどのところにオイルが出たようだ。ジェイミー・ジェームスはラッキーなことにこのオイルには乗らなかったようだね。ジェイミー・ジェームス wanting to win this race. He goes blasting through there like he didn't never see the flag, and he leads the others to believe. やはりトップのジェイミー・ジェームスが後方にスローダウンの指示を送っているようだね。やはりレッドフラッグが出たようだ。さあ、ここでちょっと先ほどのシーンを見てみよう。路面が滑りやすいことを知っているダグ・ポーレンが足を下ろしてマシンをコントロールしているね。さらにその後方でトーマス・スティーブンスとマイク・スミスがスリップダウン。至る所オイルだらけだね。デール・コータリーはオイルの流れた場所の中を通っているんだが、うまくクリアしたようだね。さらにポーレン、コーリンともラッキーなことにこのオイルにはうまく乗らなかったようだね。さらにこの15万ドルのスーパーバイクが宙に回っているよ。もったいないね。There goes 150 grand in super bikes right there. さあ、スターティンググリッドでは先ほどの危険な状態についてライダーたちがちょっとディスカッションしているようだね。AMA スーパーバイクシー Round8 ブレイナードインターナショナルレースウェイ。先ほどの事故でコースマーシャルがコースをクリーンアップしているね。ここで最初のクラッシュシーンを見てみよう。As we see him coming into turn 6, Donald Jack's motor just ターン6でドナルド・ジャックのモーターが爆発するところだ。Saw him at Phoenix. He's still recovering from those injuries. Yoshimura Suzuki guys are just maybe trying to find a little bit too much power. これが2度目のシーンだ。This was the scene just a few laps later, or one lap later. ダグ・ポーレンが彼の足をドガッティの横に下ろしてバイクのマシンコントロールをしているね。彼のライディングスキルは素晴らしいね。トーマス・スティーブンスとマイク・スミスはアンラッキーだね。オイルに乗ってしまったようだ。それじゃあもう一度見せたい。Look at the riding abilities of Poland, Duhamel, Quarterly, and Edwards as they're able to sneak through there. Unfortunately, these two, Stevens and Smith, not so lucky this afternoon. I saw Doug Poland take his feet off his pegs, and I was on my head. But all the guys did a real good job, Team Suzuki, and we'll be back. It's just real unfortunate, but that's the way it goes. That's racing. さあ、ダグ・ポーレンのオンボードカメラから先ほどのシーンを見てみよう。そしてこれはクラッシュアウトしたトーマス・スティーブンスからのオンボードカメラだ。That was fast. No warning whatsoever. Oh, I hate it when it goes black. There goes that camera. さあ、リースタートが切られたようだね。ジェイミー・ジェームスのジャンピングスタート。いいスタートを切っているよ。さあ、さらにダグ・ポーレンはちょっと遅れている。ジェイミー・ジェームスの後ろからパスカル・ピコッティ、コーリン・エドワーズと続いていくね。これはまるで第1レースと同じようだ。さあ、ターン1に入ったジェームス、エドワーズ、ピコッティ、デュハメル、ポーレン、ソワ、そしてコータリ全員がトップ10に入っているね。吉村鈴木チームはレッドフラッグの間にバックアップ用のバイクを持ち出したんだが、セットアップされてないという理由で再スタートは知らないことに決めたようだね。さあ、現在のところトップはいるね。ジェイミー・ジェームス、新しいヤマハの YZX750SP に乗ったジェイミー・ジェームス、バイクナンバー2。彼のチームメートのコーリン・エドワーズが現在のところ3位に入っているね。パスカル・ピコッティがファーストバイフラッチに乗って2位のポジションにいるようだよ。Good to see Pascal charging hard here. He damaged some vertebrae up there at Elkhart Lake, and he sat. さあ、そしてデュハメルが4位のポジションにいるね。コーリン・エドワーズの真後ろだ。さあ、カーブも終わり、いよいよハイスピードフロントのストレッチに入るようだね。Lousy finishes, a real roller coaster season for Pascal. He really wants a win. Duhamel up into fourth. He's right behind Colin Edwards.
as we make our way around. We're closing in on another high-speed run down the back さあ stretch. 通称バスストップと呼ばれているファーストギアブレーナードで一番速いコーナーだ。ジェイミー・ジェームスはブレーキをかなり使いそうだぞ。 Slowest portion of the track here at Brainerd. Jamie James hard on the brakes coming into the last corner, headed on the front straightaway. You really need a good drive out of this. さあホームストレッチに戻ってきた。ヤマハかそれともドゥガッティか。パスカル・ピコッティはジェイミー・ジェームスのドラフトを利用しているようだよ。 Well, we'll get a good look here right now. Let's see who's got the mile. 真後ろについた。さあパスカル・ピコッティが横に並んだ。ジェイミー・ジェームスをオーバーテイク。これはすごいドゥガッティのパワーだね。まもなく第1コーナーへ。さらに後方ではデュハメルがジェイミー・ジェームスに迫るようだ。マジー・カワサキに乗って93年度初優勝を飾りたい。彼のベストはエルクハートレイクでの第2位。さあそのデュハメルがゆっくりと忍び寄ってくる。 They take their toll, and these motorcycles do not like frost heaves. It makes for a real challenge. さあこうして見ているとパスカル・ピコッティは他のライダーよりイージーにドゥガッティでインフィールドセクションをこなしているようだ。 Duhamel closing in on Jamie James now. The Muzzy Kawasaki rider looking for a win still in 1993. His best finish, a second at Elkhart Lake. Pascal Picot seems to be able to throw that Ducati through this infield section with a little less effort than 相変わらずパスカル・ピコッティのマシンは非常にこのインフィールドなトリッキーなコーナーをうまくすり抜けているようだ。ジェイミー・ジェームスは逆にそれを様子を見ているかのように。 Just likes to ride a loose motorcycle, so you never know if the bike's too loose or it's just Jamie. さらに後方からミゲール・デュハメル、そしてダック・ポーレンは若干遅れているようだね。 what's happening underneath him a little bit more intently, and that's his theory behind his setup. I'll tell you what, I like the seat from here a lot better than I do watching Jamie James on that type. On that 現在のところパスカル・ピコッティがリーダー。さらに後方からジェイミー・ジェームス、ミゲール・デュハメル、コーリン・エドワーズ、さらにダグ・ポーレンと続いているようだね。 ポーレンが5位、コータリア6位につけているよ。さあポーレンのオンボードカメラから見てみよう。 Poland's in 5th, Quarterly is in 6th. Let's watch the tack now. まずホームストレッチを。 そしてターン1へ。さあこのターン1から出てくる時のフロントエンドのぐらつき、これはすごい滑り方だね。 Look at that front end dancing around a little bit as he comes through that turn 1 area. That has got to be a scary ride. Over to turn 2. さあ現在のところパスカル・ピコッティがトップ、さらにその後方からミゲール・デュハメルピタッとくっついているぞ。 さあミゲール・デュハメルの真後ろにパスカル・ピコッティ、内側のラインにラインを変えた。フルブレーキングをしながらミゲール・デュハメルがトップに浮上したね。すごいブレーキングだ。 AMA スーパーバイクファンの妙の中、この 4.8 キロのサーキットにおいてカナダ・モントリオール出身のデュハメル、ここミネソタ州ブレーナードでトップに浮上したようだ。 People turn out in droves for this race. This is a real resort area up in Minnesota. Of course, 10,000 lakes throughout the state of Minnesota. They like to come up around the Brainerd area and vacation and take in the races at this historic circuit. And when the AMA comes to town, it is one of the highlights on the busy racing schedule at this fine northern Minnesota circuit. Fans are really personable up here. They have a great time wandering through the paddock. ダグ・ポーレンのオンボードカメラからだ。ポーレンと一緒に風を切って走ってみよう。 He's content to sit back here in what is it, 5th place, Ralph, and watch the guys up ahead. Well, now that was about 7,000 RPMs through the bus stop chicane section there. We've seen him go as high as 12. Oh, really exciting. The first half and after the 3 over and 21 laps. And the first position, Miguel Duhamel, second position, Pascal. And the third position, Jamie James, and the fourth position, Corey Edwards. Fifth position, Doug Power. Welcome back to Brainerd. ここブレイナードのスーパーバイク、スーパーバトラー、すごいね、序盤戦から。川崎に乗っているミゲール・デュハメルに追いつこうとするのはドゥガッティに乗っているパスカル・ピコッティだ。しかしその後方には2台のヤマハがいる。完全にパスカル・ピコッティ、ミゲール・デュハメルを射程距離内に置いているようだね。さあジェイミー・ジェームスがインからスーッと前に出た。これはパスカル・ピコッティを一気にオーバーテイクしてジェイミー・ジェームスが2番手のポジションに入ったね。やはりパスカル・ピコッティが使っているカーボンブレーキ、割と使いにくいのかな。非常に強い停止パワーがあるが、スチールブレーキよりはちょっと使いにくいのかな。さあこの時点でコーリン・エドワーズが4位のポジションにポジションダウンをしているね。彼はジェイミー・ジェームスほどの経験がない。このハイペースの中でジェイミーについていくのはかなり難しそうだ。Colin Edwards, you can see he's back and forth right now. He doesn't have the experience that Jamie has, and he's unable to hang with Jamie on the brakes.
underneath the bridge. さあ最終コーナーに入るところだ。ジェイミーがどうするか見てみよう。現在トップミゲール・ドゥハメル。Wheel dancing around a little bit there on Miguel Duhamel's bike. Jamie's as well. This is a great battle up here up front. Boy, they're using up all of the racetrack as they ミゲール・ドゥハメルにピットサインが出たね。 42.1 これはラップタイムだろう。予選のタイムよりかなり遅いようだね。ホームストレッチをミゲール・ドゥハメル、そしてジェイミー・ジェームスが通過をしていくが、ジェイミーがスーッと後ろから近づいたようで、テール2ローズで間もなくターン1へ。ラインを少し変えるかな。ジェイミーがイン側のラインに変えた。ミゲール・ドゥハメルがそれをブロッキングしようとしているね。ターン2でジェイミーが前に出たか。いや、ミゲール・ドゥハメルが完全にブロッキングラインを抑えている。すごいタイトなバトルだ。ミゲール・ドゥハメルはあのセクションで誰のバイクよりも調子いいようだね。さあまたもやジェイミー・ジェームスがミゲール・ドゥハメルの真後ろで様子を伺っているぞ。さらにバイクナンバー45のコーリン・エドワーズも3位のポジションにジャンプアップしてきたようだね。Start as far back as 10th after getting lousy starts earlier this season. They had problems with 現在ダグ・ポーレンは5位のポジション。ダグはひどい時は10位ぐらいでスタートをしているのを見ているんだが、このシーズンの初め頃スタートがうまくいかず問題点がクラッチにあると分かったんだよね。その問題も解決したようだ。最近彼のスタートは良くなったが、スタートで彼がリードを取るのは見たことないよね。人によっては彼が気が抜いてるなんて言ってるやつもいるよ。ポーレン曰くスーパーバイクのレースにおいては世界中から最も優れたライダーが AMA の中にいると言っているんだ。2度もワールドチャンピオンを取った男が言うのだから、まず間違いはないだろう。 AMA ナショナルでフロントに出るのはたやすくない。ジェイミー・ジェームスとレース前にちょっと話をするチャンスがあったんで聞いてみる。We had a chance to talk to Jamie James earlier about what it's like to slide one of these ultra-fast superbikes around this circuit. Just a real neat feeling to be traveling 165, 170 and have the thing just kind of slide nice and pretty, and you know, and you're in control, and that feels good. That's the bad thing about this deal, is everything feels so good until it messes up, and then you go for that big 165-mile-an-hour tumble, which no way for that to feel good. So that's what you try to do, is restrain yourself from feeling too dadgum good about it, you know. ジェイミー・ジェームスは現在第2位のポジション。バンス・アンダーヘインズにヤマハに乗って素晴らしいエクセレントなライディングを見せている。彼のベストのリザルトを見てみると、前回のロードアトランタでの第3位だ。さあトップ集団5台のマシーン、ミゲール、そしてジェイミー・ジェームス、コーリン・エドワーズ、パスカル・ピコッティ、そしてダグ・ポーレンとトリッキーなコーナーを抜けていくようだね。この後 S 字を抜けてバスストップへ。ブレーキには非常にハードだ。さあミゲール・ドゥハメルがトップ、さらに後方からジェイミー・ジェームス。ジェイミー・ジェームスがちょっとミゲール・ドゥハメルのドラフトに入ったようだね。完全にテール2ノーズで間もなく最終コーナーに姿を現してくるんだが、その後ろにはコーリン・エドワーズ、パスカル・ピコッティも様子を見ているようだ。さあミゲールの横に並んだ。一気にジェイミー・ジェームスがトップ量で出たようだね。これはうまいインサイドからのオーバーテイク。これでトップはジェイミー・ジェームス、さらに後方ではパスカル・ピコッティも3位のポジションにポジションアップ。イン側をついた。これもうまい。最終コーナーコーリン・エドワーズは完全にオーバーテイクして3位のポジションにジャンプアップしたようだ。We're gonna take a quick break. Stay with us. We got a lot of superbike racing yet to go. さあ5人のライダーが1位を狙うこの凄まじいバトルの中でジェイミー・ジェームスがリードを取っているようだね。ジェイミー・ジェームス、デュハメル、ピコッティ、ポーレン、そしてエドワーズが勝利のバトルを繰り広げている。しかしすごいね。インサイド側からデュハメル、ちょっと抜けないね。まもなくホームストレッチ。さあこのホームストレッチでまともやテール2のドラフトに入ってくるかな。ジェームスが前、さらにミゲール・デュハメル、そしてパスカル・ピコッティ。さあミゲール・デュハメルがラインを変えたようだ。まもなく1コーナーに向かって、これはトップスピードが伸びている。あっさりとミゲール・デュハメルが今度はトップに浮上1コーナー。それでもジェイミー・ジェームスが真後ろについている。またもやラインを変えるぞ、ラインを変えるぞ。ミゲール・デュハメルのイン側に入ったジェイミー・ジェームス、さらに後方からパスカル・ピコッティ、その後方からはなんとダグ・ポーレンが4位のポジションに。ジェイミー・ジェームスはイン側のラインを取っている。ものすごいタイトなバトルだ。まもなくインフィールドに入ってくるこのトップ5、それぞれがさまざまなラインを取っているようだ。特にこの5人が面白いのはバストップの試験から最終コーナーに入ってフロントストレッチに出るときにそれぞれがさまざまなラインを取っていることだね。このバックセクションに入るとそれもまたもやそのラインが入れ替わってくる。
現在のところはジェイミー・ジェームスがトップ、さらに後方からミゲール・デハメル、デハメルの後方からパスカル・ピコッティの後方にダグ・ポーレン、ダグ・ポーレンもゆっくりとそのポジションを上げてくるようだ。コリン・エドワーズは現在のところ5位のポジションにいるようだ。It just rolls off the rim a little bit more and provides a larger contact patch. But I think that all these people right now out here right now in these front super bikes are not having any problem with tire grip right now. You saw Miguel Duhamel take ジェイミー・ジェームスがトップでまもなく最終コーナーに姿を現してくる。ジェイミーはちょっと後ろを気にしているようだけどね、1位2位の間隔はかなり開いてくるようだよ。ミゲール、そしてパスカル・ピコッティ、さらにダグ・ポーリン、コーリン・エドワーズ、その後ろにはデール・コータリがいるようだね。今年は AMA のレーシングの一番新しいトレンドの一つとしてはこのシリーズでのラジアルタイヤの採用だ。ラジアルタイヤの採用にあたってダンロップのジム・アレンと話す機会がある。Bias ply tires were state of the art at one time, and we still make a full lineup of bias ply tires because they do have their advantages. But for the most part, radial tires give the rider a more compliant ride, grippier ride, and they are the coming thing for sure. And we will see more and more fitment at the original equipment level and more replacement of bias ply tires with radials. In the case of road racing, radial tires, when they worked properly, it was quickly evident that they were better than bias ply tires. And the natural inclination is to look and see if those same principles can be applied to the street. And they are applicable and they do work on the street. They are generally radial tires are a better product for the consumer. If you have the right motorcycle and the right rims. Bias ply tires certainly have their place still. We, as I said, make a full line of bias ply tires, and there are motorcycles whose rims aren't suitable for radials, and there are riders who prefer the feel of the bias ply tire over the radial. So there's a place for both, but I think in the coming years, radial is the thing. 今こうしてレースに出ているライダーたちは全員ラジアルを使っているんだよね。でも結局はライダー自身の好みなんだけど、サドスキー先生はバイクライでスタートしてラジアルへと変えていったんだよね。ラジアルタイヤを用いるとバイクのシャシが実際ちょっと曲がるんだって。それぐらいラジアルのミューは高いんだってよ。Both tires still very quick, and they just give the rider different feel of the racetrack and how the bike is working. So a lot of it, as far as the street is concerned, is up to the rider's preference as well. Most definitely. I started off my career on bias tires and worked my way into the radials, and it just made it a whole lot more fun. You can actually make the chassis on these motorcycles flex with a radial tire. That's how much grip they have. These riders that you're watching here are all riding on the new radial tires, all of them going very, very fast. As you can see, these motorcycles all working well on the radial tires. 最終コーナーからミゲール・デハメルがトップへ出てきたんだけど、そろそろ10周を終えるところでマック・マーカーが姿を現してきたね。現在のところ21ラップ中10ラップのランニングオーダーは第1位がミゲール・デハメル、第2位にジェイミー・ジェームス、そして第3位にパスカル・ピコッティ、4位にダグ・ポーレン、5位にはコーリン・エドワーズというオーダーになっている。On the back is 6 1/4. The second half of the race from Brainerd coming up on Prime Network. Yeah, welcome to the AMA Superbike Championship Round8 BRAINERD。ミゲール・デハメルが JB ジェームスのドラフトを振り払うかのようにホームストレッチに向かっているね。さあこのストレートでミゲール・デハメルがウェービーな走行をしている。さらに後方からパスカル・ピコッティがジェイミー・ジェームスのドラフトを利用してターン1に入ろうとするんだが、どうだ、まもなくターン1に入るがジェイミー・ジェームスが後からラインを抑え込んでいく。うまいねジェイミー・ジェームス。さらに後方ダグ・ポーレンも少し近づいたようだね。さあイン側にラインを変えたジェイミー・ジェームスがトップに浮上した。ミゲール・デハメルところジェイミー・ジェームスとドッグファイト、すごいレースを展開している。ターン2を抜けるときにジェイミー・ジェームスが内側に入りミゲール・デハメルが完全にリードした。さあまだまだ後方ではこのディガッティ勢がちょっとパフォーマンスを見せていないね。まだ様子を見ているのがパスカル・ピコッティ、そしてダグ・ポーレン。現在はヤマハと川崎のドッグファイト。実際にミゲール・デハメルが今回のレースの中で一番安心して見れるスムーズなライディングを見せているね。さあジェイミーが少しオーイングする。さらに後方からミゲール・デハメル、パスカル・ピコッティ、そしてダグ・ポーレン、さらにその後方からちょっと遅れてコーリン・エドワーズ。さあポーレンはどうだろう。現在のところ4位につけているが、彼は決して興奮しない、非常に冷静なやはりファイトをするようだね。様子を見ているよ。
最終コーナーにまもなく姿を現してくるトップジェイミー・ジェームス、さらにその右側にはミゲール・デハメル。ラインを変えるかな。少しブロッキングラインを持っているジェイミー・ジェームス、まもなく最終コーナーシフトダウンをしながら最終コーナーイン側にミゲールが近寄ったが、これはミゲールは抜かない。さあ今度はジェイミー・ジェームスのドラフトにミゲール・デハメルが入ることになるね。ホームストレッチ直線、ミゲール・デハメルがドラフトから抜き出るようにまもなくターン1へラインを変えたミゲール・デハメルがそーっとジェイミー・ジェームスをオーバーテイク。本当にスムーズだね。さあミゲール・デハメルがターン1でジェイミー・ジェームスを抜いた後、ああいう抜き方ができるとは本当に勇気のあるミゲール・デハメルだね。93年の今回のレースまでディハメルは本当に優勝の一歩までこぎつけている。ラグナシャカでも本当に悔しかったね。残念ながらポーレンが優勝したけど、さらに後方ではパスカル・ピコッティが3位につけている。彼はレイク・エルクハートでひどい事故に遭っているんだけど強い走りを見せているね。パワー走行がファーストバイフィラッチ、ドゥガッティに乗ってすごい走りを見せているパスカル・ピコッティ。パスカルもポーレンもファーストバイフィラッチチームあと1年の契約を持っているそうだよ。2人とも1994年もドゥガッティに乗る予定なんだそうだ。重要な問題は彼らがドゥガッティスーパーバイクに乗って AMA のナショナルシリーズに出るのか、それともワールドスーパーバイクシリーズに出るのか、これは今年後半までに答えを出さなければならないんだそうだよ。これはポーレンが AMA スーパーバイクタイトルを取るかどうかによって左右されるんだって。We should note that both Pascal and Doug Poland are signed for another year by Geraldo Faraci. They will definitely ride Ducatis in 1994. Question is, will they be まもなく riding 中盤戦に入る Ducatis 12ラップに入るところ、トップはミゲール・デハメル、相変わらずリーダーだ。まもなく最終コーナーから立ち上がってホームストレッチ。このホームストレッチで体をウィンドスクリーンにできるだけ近づけることが重要なんだそうだ。わずか3インチ体が出ているだけでかなりの抵抗になるんだそうだぜ。さあ12ラップ目、ミゲール・デハメル、ジェイミー・ジェームス、まもなくターン1の方に向かっていくんだが、ジェイミーがまとめミゲール・デハメルの後方にピタッとついたね。ドラフトの中に入ったよ。ジェイミーがちょっとインサイドのラインを変えているようだ。さあターン2でこれはスルッとジェイミー・ジェームスがミゲール・デハメルをかわしたようだね。本当にジェイミー・ジェームスはうまいね。さあこれでジェイミー・ジェームスが12ラップ目にトップに浮上した。ブレイナー、いよいよ中盤戦を過ぎたところ、リーダーはミゲール・デハメル、バックマーカーを次々とオーバーテイクしていくね。まもなくホームストレッチ。再びレースをリードするミゲール・デハメル、ジェイミー・ジェームスをなんとか振り切ろうとしているね。ダグ・ポーレンのオンボードカメラからトップ3を見ている。さあダグ・ポーレンのマシンはホームストレッチをなんと1万1000回転、ターン1に入っていくね。前方にはパスカル・ピコッティが出てくるよ。さあティームメイトのパスカル・ピコッティもターン2に向かってイン側のラインを取るね。As soon as one bike becomes a dominant force in racing, obviously everybody wants to claim that something's wrong. トーマス・スティーブンスが何か言いたいんだって。With the Fast by Faraci teams all year long. Let's see what the competitors think. He's shown us that, you know, he just cats and mouses us in qualifying, and then at the end of the race he goes as fast as he did in qualifying on his race tire, you know, after 22 laps. So what's that tell you? That tells you that, you know, he's got an advantage somewhere. That ruling was done a long time ago when twins were not even close to being competitive. So, and then somebody just took advantage of that ruling, which is, you know, which is part of racing. But I think now it'd be probably time to, you know, make our four-strokes a bit lighter or make dirt bikes a bit heavier. There's definitely going to be some changes, and the FIM is going to modify the rules and make it to where, you know, they're going to basically add 10 pounds to the Ducati and take 10 pounds off of the four cylinders to try and, you know, reduce the gap. And I think that's probably a reasonable start on trying to get things more, let's say, fair, or as far as everybody else is concerned, fair. And, you know, hopefully they'll do the same here in America. They'll do everything the same way worldwide, and then that way it'll be, you know, a real easy thing to do for everybody. And then when there's world races here, people will be competitive, you know, because they've been running the stuff here the same way. AMA がドゥガッティが速すぎてレギュレーションをフェアにしようとしているようだね。We intend to gather enough information to make a good, you know, workable rule for everyone that everyone can live with too.
it's going to be tough. It's not going to be easy. We feel like there may be some disparity in the class due to the weight, but there again, it may be due to a lot of other factors also. みんなはドゥガティが速すぎると言うけど AMA のルールに沿ってしっかりと作られているしね。そのルールはハーレー・ダビッドソンが AMA スーパーバイクシリーズに参戦するチャンスを与えるものでもあるわけですね。だけどエラルド・フェラッチはダグ・ポーレンがワールドチャンピオンシップで勝つ3年前にチームを作ってなんと何百万ドルもかけてレースをしてきただけではなく国内でも最も優れたライダーの一人を手に入れているからね。ポーレンは世界中でも最も優れたライダーだよ。Doug Poland's talent. He is the best motorcycle rider in the world right now. さあポーレンが3位に浮上してきているね。ホームストレートを駆け抜けていく。ミゲル・デュハメルがなんとトップに出ようとしているね。まもなくターン1へ。これはミゲル・デュハメルがターン1でトップに浮上したようだね。今我々が見ているダグ・ポーレンだが本当に才能のあるライダーだ。重量を加えたり技術的な面でルールを作ることはできてもライダーの才能にハンディを加えることはできないよね。特に2度のワールドスーパーバイクチャンピオン、そして前回の全日本スーパーバイクチャンピオンダグ・ポーレンが未だ彼が手にしたことないこの AMA スーパーバイクのタイトルを狙っている。現在3位を走っていて他のどのライダーよりも勝ったレースが多い。ブレイナードに来た時はすでになんと5勝しているからね。7戦目のロードアトランタが終了した時にコンストラクターズタイトルで9ポイント、ドゥガッティが川崎をリードしていてそれを数ポイント差でヤマハが追いホンダ・スズキと続いているね。スーパーバイクコンストラクターズポイントのトップ5となっている。Ducati very dominant in the manufacturer's title chase, even though they're only fielding 4 machines in this class. As they left Road Atlanta, Ducati led Kawasaki by 9 points in the manufacturer's title. Yamaha. バンサンド・ハインズが今年ヤマハと組んでデビューさせた新車 YZF750 に乗るジェイミー・ジェームス、トップに躍り出たぞ。1993年の初勝利に向けてレースをリードしているジェームス Go for it! Go! 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 さあ16ラップが終了した時点でトップはジェイミー・ジェームス、ヤマハ、第2位にミゲル・デュハメル、川崎、3位にはダグ・ポーレン、ドゥガッティ、4位にはパスカル・ピコッティ、ドゥガッティ、そして5位にはコーリン・エドワーズ、ヤマハ。ダグ・ポーレンのオンボードカメラだ。ホームストレッチを駆け抜けていく。これはポーレンがトップを取る瞬間のそうだねシーンだね。イン側にはパスカル・ピコッティ、第2コーナーで内側にかなり寄るがワールドチャンピオンのダグ・ポーレンがまたもや内側に入ってチームメイトのパスカル・ピコッティを抜いていくね。すごいシーンだね。さあホームストレッチではジェイミー・ジェームス、そしてミゲル・デンでさらに後方からはパスカル・ピコッティ、おおダグ・ポーレンと4台がなんとこのコントロールラインをサイドバイサイドでまもなく1コーナーに入った時はこれはパスカル・ピコッティがトップに浮上したようだね。さらに後方からはダグ・ポーレン、そしてデュハメルもイン側に入ってくる。ドゥガッティ対川崎、そしてヤマハ、なんとこの4台がまるでサイドバイサイドになって各コーナーを抜けていく。これはすごいシーンだね。さあそろそろ周回遅れが出てきたね。ミゲル・デュハメルはそれに引っかかっていると思うんだけど彼が急にスローダウンしたのかな。さあマジー川崎は今まで見せていたパワーを失ってピットに入っていくよ。これは AMA スプリントレースでは珍しいことだ。普通で決してピットには戻らない。この時点でのピットインはほとんど彼にとってのこのレースがルースしたことを意味するね。何かトラブルが生じたね。さあこのブレイナードに来た時点でポイント争いの第2位にいたミゲル・デュハメルにとってこれはちょっと痛いね。ダグ・ポーレンのオンボードカメラだ。回転数はなんと1万1000回転のレッドゾーン、前には誰もいないからね。Nobody out front and attack that reads 13,000 RPM. Bang, there it is. Wow, that's a V-twin revving 13,000. That's impressive, Geraldo. That's 13 plus because he was way beyond that 13,000 mark.
Absolutely amazing. これはすごい。ミゲル・デハメルがレーストラックに戻ったよ。レースを完走することはできるけど、ダグ・ポーレンのずーっと後方だけどね、いいファイトだ。さあ、デハメルがピットに入った時、リアタイを調べたらウェイトバランサーがなくなってたらしいんだよ。デハメルは振動を感じてピットの必要があると思ったんだって。彼のミスじゃなかったね。さあ、そうこうしているうちにポーレンがペースを上げ始めているね。現在ポーレンがリーダーだ。パスカル・ピコッティをはじめ他のバイクをぐんぐん引き離し始めているね。バイクナンバー23のダグ・ポーレン、6度目の勝利に向かってまたもやペースを上げ始めたぞ。Well, let me update that. They thought it was a leaking valve stem on Miguel's rear tire, but after they examined the wheel they took off, the wheel weights fell off, and he felt the vibration and thought it was necessary to pull in. He did not have to pit. It was his mistake. Boy, you're tough on a guy. I don't know. 175 miles an hour down into turn number 1 with a vibrating motorcycle. I'd have pitted too. 3位のポジションを走るジェイミー・ジェームズだが、彼のバイクの動きを見てごらん。かなりバイブレーションが起きているよ。彼はその方が好みなんだって。Watch this bike dance around on him. He likes it that way, folks. We've got one lap to go. さあ、ホームストレッチでダグ・ポーレンに抜かれていくドクター・キーファーが彼に挨拶をしているようだね。さあ、ホワイトフラッグが振られている。いよいよファイナルラップに入ったようだよ。今日のミゲル・デハメラは川崎でいい走りを見せたんだけどね、あのピットインがなければ最高だったけどね。さあ、ダグ・ポーレンがフロントで輝いている。最後の仕上げで 4.8 キロのレーストラックをもうワンラップ。さあ、このダグ・ポーレンだが本当にこの後半戦に強いよね。常にガソリンの減り方、そのウェイトの計算なんかもしながら後半戦に勝負をかけるんだって。すごいよね、ダグ・ポーレン。さあ、そのダグ・ポーレンの出身地はワールドグランプリシリーズで活躍しているケビン・シュワンツやボビー・ショーバークなど素晴らしいレーサーを送り出したテキサスなんだよね。みんなは知っていると思うけど、将来はコーリン・エドワーズの名前もそこに加わるんだってよ。Yeah, and I think in the days to come, Colin Edwards is going to add his name to that list. But I think they ought to name at least a couple streets after this guy, number 23. バイクナンバー23のダグ・ポーレン、いよいよこのコースとバックセクションを回ってレースの仕上げにかかっているね。ダグ・ポーレンはまだレーストラックの幅をいっぱいに使ってライディングをしているよ。すごいライダーだね。パスカル・ピコッティがこのまま2位の座を守ってフィニッシュすれば今年のベストフィニッシュとなる。フェニックスでも2位を獲得した彼だ。Pascal Picard, if he can hold on to second, will match his best finish of the year. そしてジェイミー・ジェームスは3位にちょっと不満だろう。まだ今年は満足のいく結果を出していないね。さあ、まもなくバイクナンバー23のダグ・ポーレンがウィリでフィニッシュ。これで6勝目を挙げたダグ・ポーレン、本当にすごいよね。ダグ・ポーレンのウィリが決まってミネソタ・ブレイナードのドゥガッティの1-2フィニッシュ。チェッカーを受けたよね。Yeah, congratulations, Ducati and Doug, and he got a 6-time victory. それでファイナルリザルトを見てみよう。なんと5位にはビッグプライベーター、レールコータに入ってるね。頑張ったね。AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. ドゥガッティの1-2フィニッシュでエラルド・フィラッチが非常に機嫌がいいようだね。それではファイナルリザルトを見てみよう。ダグ、パスカル、ジェームス、コーリン、デルコータ。それにそうだね、ミゲル・デハメルは10位でチェッカーを受けているようだね。Muzzy Kawasaki, I'm sure he's a very frustrated racer here this afternoon. As you take a look at そしてバイクナンバー60のタイガー・ソーワは17位でチェッカーを受けたようだ。ビクトリアに戻ってきたダグ・ポーレンにインタビューしてみよう。Oh, it's really good. You know, when we got going there, I had really kind of at the beginning, I had a hard time getting off the last corner here, and they were really getting away from me, and there was really no way I could catch them on a draft down the straightaway. As the fuel went down, everything started handling better. I could get a better drive off the last corner. And I could also get into turn one better. I was having a real problem at the beginning, really pushing real bad. But hey, as the tank went more empty, I went faster, and that was what made. And I knew that kind of going into the race, so kind of laid back at the beginning, waited till the bike got good, and then started stepping it up. さあ、彼のチームメイトのパスカルが第2位だったね。It was a pretty good race. I mean, it was real fun. I knew I was a little bit faster than Jimmy and Miguel on corner one, so I was not sandbagged, but I mean, I was able to pass them 2 laps from the end, something like I did.
and it was good. I mean, on the infield, he was maybe at some place a little bit faster than me, but on corner one, I was definitely a little bit faster. そしてジェイミー・ジェームスは今年3度目の3位だ。We've been working real hard, you know. He's not too happy with third all the time, but I think he'll take it today. Yeah. What'd you think about the race, Dad? I'll take it today after those Ducatis. After I saw what those Ducatis will do, I'll take it third. Jamie, any close moments out there? Well, I think I only plowed the front end about twice, so other than that, it was a pretty good race. You know, me and Miguel got close a few times, but it was real clean racing, and you know, everybody was real professional, and the race was just great, you know. 残すところ2レースとなったところで現在のポイント争いはミゲル・デハメルが今日10位でフィニッシュし、ダグ・ポーレンとのチャンピオンシップから、大きく離れてしまったね。赤いドゥガッティが輝いているぜ。今日はダグ・ポーレンが勝ったのも彼の才能でしょう。彼はそのバイクの持つ性能をうまく引き出して走ったよね。どうやってそれらを引き出して最後にチェッカーを受けるか彼はよく知っているみたいだよ。He took advantage of a good motorcycle. He knew how to use it to make it to the checkered flag. そしてパスカル・ピコッティも素晴らしいカムバックをしたね。2位でフィニッシュ。そして今日のビクトリーラップは当然のことポーレンだね。さあ次はラウンド9ミッドオハイオ。That is facing the title of the AMA Superbike Division 93 to go for it, man. Alright, AMA Superbike Series Round 8. Brainerd was over. See ya mid Ohio. Welcome back to Brainerd, Minnesota. ブレイナードスーパースポーツレーシング750のレースを見てみよう。We get set to watch 750cc Super Sport racing. タイガー・ソーはまだレースも始まっていないうちにブレイクを取っているね。大丈夫かい？エルク・ハートレイクロードアメリカでの2位は失格に終わったようだね。これは彼の ZX7 のフロントに異なったブレーキキャリパーを使用したためだ。でもプロテストは聞き入れられてポイントは取り返せたんだって。ということは彼はブリット・ターキントンにわずか16ポイントに迫っていることになるね。あと3戦でこのタイトルのチャンピオンシップは手に入るかどうか。Behind Suzuki's Britt Turkington as a championship chase for this title has 3 to go. Very happy. Yeah, big chance for me, championship. Yeah. Tiger getting his タイ points ガーがポイン back トを取り返したんだって。ターキントン大丈夫かい？ I just need to get back on track and start winning some races again, and you know, it looks like I could do it here, and you know, as long as I can keep them behind me, I'm not really that worried about it. That's the key word, though. We're still in front. さあブレイナード750スーパースポーツデビジョンのグリーンフラッグが振られたようだね。バイクナンバー5鈴木のジェラルド・ロスパンズが素早くジャンパー。しかしバイクナンバー28のターキントン素早くバイクナンバー41のマジー川崎に乗るソワの前に出たようだ。ソワはビハインドを食らったようだね。ブレイナードは彼にとって初めてだからものにするには大変なトラックだ。ブリット・ターキントンはなかなかいいライディングをしているよ。ロスマン、プリドマ、そしてソワは5位のポジションに落ちてきているね。だが突然トップに躍り出るよ。ロスマンとプリドマが2位争いですごいバトルを繰り広げたね。ターキントンは4位に落ちたがソワの前にいる。ソワはポジションダウンをしているよ。今度はThen Turkington got back out in front of Sohwa. Turk would hold on to claim the win. と言ってる間にブリット・ターキントンが優勝したね。ソワは彼のすぐ後ろでゴールしたよ。Sohwa finishes right behind him. Britt, it looked like you're back in 4th place at one point in time. When did you decide you wanted to win this race? When I was in 4th place. No, you know, this guy's made me work awful hard. This track, you know, you got to break away, otherwise they're just going to draft you and pull you backwards every time. And I got lucky there and got a little gap where they couldn't hook up in my vacuum, and you know, it paid off. それじゃあファイナルリザルトを見てみよう。第1位ブリット・ターキントン、第2位ジェイソン・プリドマン。彼はすごい走りを見せたルーキーだね。第3位にはタイガー・ソワが入ってるぜ。You know, if I got in their draft ski, I could stay with them a little bit. But it was basically one of those things where if I couldn't get in their draft down the front straightaway, then it seemed like I was getting sucked in from behind. So, but that's okay. You know, we're on a year-old bike. Bike's getting tired. You know, I can't say enough about Jake Van Vliet. I mean, he's the one that makes this thing run, and just does a super job.
あと残すところ2戦で4位に入ったのがフリンツクナーク。彼は足首骨折のままこのレースをやるに足りない川崎ライダーとしては素晴らしい走りだ。ブリット・ターキントン第1位、高弘壮は第2位のポイントランキングを持っているよ。シャンペーンのコルクが抜かれた。今回はいつも危ないことを言うブリット・ターキントンの優勝。その横で悔しそうな顔をしているタイガー壮はレースはまだあるで。We've got a lot more racing for you, including 600cc Super Sport.